こんにちは、フリーマンです。ギターを挫折する理由が指の痛みだったなら、それはギターのせいではなく、弦のせいなのかもしれません。ギターをやめてしまった人の多くが、最初の1週間で同じ体験をするようです。弦を押さえるたびに指先が痛い。音がきれいに出ない。練習するたびに指が赤くなったり、腫れたり、豆ができたり。これは意志の弱さでも向いていないサインでもありません。使っている弦の種類に問題がある可能性も潜んでますよ。弦には2種類あります。これを知らずにギターを始めた方が損をしているケースあるんじゃないでしょうか。こちらエレキギターになるんですけれども、このエレキギターに採用されているこの弦はスチールでできています。スチール弦です。この特徴は硬くて指への負担が大きかったりします。エレキギターはまだ細くて抑えやすく負担を軽減されているケースも多いんですが、アコースティックギターとかは特にそれが顕著にあると思います。アコースティックギターや今のエレキギターの多くはこのスチール弦を使用しています。金属製のため弦が硬く抑えるために結構力が必要だったりするんですね。初心者の方が最初に手にするギターの大半がこのタイプじゃないでしょうか。私もそうだったんですけれども、指が痛くて続けられなかったという経験のほとんどはここから生まれているように感じます。エレアコを最初私も使ってましたが、抑えられないんですね。特にF コードとかね、はい、音が出なかったりとかした経験は本当にあります。そしてナイロン弦。このナイロン弦は柔らかく指への負担が少ないと言われます。クラシックギターはナイロン弦を使用します。先ほどのスチール弦と比較して弦が明らかに柔らかく、同じ力で押さえても指先へのダメージが少なく感じるでしょう。ギターを始めたその日から痛みを最小限にして練習を始めることができます。ちなみにこれは本当にあった話なんですが、最初にエレアコを弾いていた時に弦が硬くて F コードが押さえられず指が痛くシックハックしていた時期があったんですが、運がいいことに父親がエレアコと一緒になぜか、昔弾いていたんでしょうね。クラシックギターを一緒に購入していて、僕は興味関心がなかったんですが、ふとそのクラシックギターを手に取って押さえてみたら鳴るんですよ。F コードが。音もなんか柔らかく欲しいシャリシャリ感はなかったんですけど、弾けることに対してすごく驚きと言いますか、感動した記憶があります。そこが今思うとギターをやめなかった起点になっていた気がします。このナイロン弦を選ぶと何が変わるのでしょうか。見ていきましょう。一つ目、翌日もギターが弾ける。スチール弦で練習した翌日は指先が痛くて触れられない状態になることが多くありました。しかしナイロン弦であれば翌日も同じように練習ができる可能性が高くなります。毎日続けられるかどうかの差は最終的に上達の速度、この差になっていきます。二つ目、音を出すことに集中ができます。一生懸命練習をしてもですね、この指の痛みがある状態では音楽に集中ができません。しかし痛みがない状態、もしくは少ない状態で練習を始めると、抑えることではなくどう鳴らすかというところに意識が向き始めます。これが上達の差として、上達の質を根本的に変えていく一つとなっていきます。3つ目、練習が苦痛から楽しみに変わっていく。この指の痛みを我慢しながら練習することは、よほどギターを継続する動機が強くあったりしない限り、ギターに対してネガティブな感情を積み上げることと同じになっていくかと思います。痛みがない練習は単純に楽しいでしょうし、楽しいから継続できる。
続くから上達するといったこの順番が正しいこの継続の構造だというふうに思うんですね。しかしなぜ最初からこのナイロン弦を進められる方とか、ギターを始めようと思った時に出会わないだろうかと考えた時に、やはりこの市場の大半は先ほどのエレキギター同様スチール弦のギターで構成されています。楽器店では初心者向けとして並んでいるギターの多くはアコースティックギターかエレキギターが多いんじゃないでしょうか。クラシックギターやナイロン弦という選択肢は通常は意識して探さない限り目には入らないかと思います。ただこれは知らなかっただけで選べなかったわけではないんですよね。まとめになります。弦を変えるだけで続けられる人が増える可能性がある。指が痛くてやめた経験がある方。あなたが続けられなかったのは弦の選択が間違っていた可能性も含まれると思いますよ。ナイロン弦のギターで同じ練習をすれば結果は変わる可能性があります。道具の選択が継続を決めることがある。ギターはその典型例ではないでしょうか。次の動画では音の問題と指の問題、これらを同時に解決する具体的な楽器の話をしていきたいと思います。サイレントギターについてクラシック目線で検証や実演の動画を出しています。ご興味あればチャンネル登録しておいてくださいね。また、サイレントギターやクラシックギターで困っていることがありましたら、ぜひコメントをご活用ください。別動画で検証していきたいと思います。ではまた。